谷中ラジオ。はい、こんにちは。谷中ラジオの西原です。今日の谷中ラジオは、上野桜木の交差点にある、吉田屋酒店からお送りしています。江戸時代から続くこの老舗、どうやって今日まで残ることになったのでしょうか。お話を聞いてみましょう。半周。でもまた取りに来るからこのぐらいにしとこうか。じゃあ一応下まで閉めといて。はい。はい。よろしくお願いします。なんかロシアのご婦人の。ロシアのご婦人です。暑いね。でこれはね昭和、63年か4年ぐらいにこちらに移築されてきた建物で、旧吉田屋酒店、もともとお酒屋さんの建物ですね。で最初は明治43年に茶屋町ってここから200メーターぐらい向こうに立っていて、でそこにさっきの都市計画道路がドンって拡幅が入ることになって、このお家が引っかかっちゃったんで、その反対側西側の方にその時は引き屋で移築してたんだそうです。昭和11年ぐらいですね。で今度はそこがマンションになるというので、でマンションになったらこの建物は壊されてしまうんですけど、やはり芸大で調査をして大事なものですねっていうのも分かってたし、町の人にとっても歴史がある建物として大事に思われてたので、家主さんもこれを壊すのは忍びないということもおありになって、それで時のやはり台東区長さんが文化行政に熱心だったんで、ここは東京都の下水道局の用地になってたんですけど、そこに移築する話を台東区と東京都の間で取り付けていただいて、で持ち主さんに建物は寄贈していただいて、こちらに移築再生したというのが昭和の64年63年ぐらいのことですね。もうちょっと前だったかな。でちょっと暑いですから中こちらありがとうございます。参考まで、石川さんに後で渡しました。でこうした建物をあとこの時期同じ頃にですね、朝倉長祖館も朝倉文夫先生という長祖家のアトリエ兼住宅で、そのご遺族のお嬢さん方が朝倉財団というのを作って管理して公開してたんですが、やはり永続的にやっていただくには台東区にやっていただきたいということで台東区に寄贈されたんですね。なので、ここでいうと下町風俗資料館のが池の旗不忍の池のほとりにあるんですけども、この吉田酒店はそれの敷設展示場という扱いでここに来て、であと朝倉文夫の急遽アトリエは朝倉長祖館という形で台東区立になって、でそうした一連の文化、さっきの旧音楽学校総学堂ですね、これも含めて、管理しているのが台東区芸術文化財団っていう第三セクターですかね、を作って台東区が管理して公開する施設として生かしている。だから朝倉長祖館、下町風俗資料館、さっき最初に見た旧音楽学校総学堂、あと根岸にあるそれも中村不設っていう書道家でデザイナーの先生がお住まいで書道のコレクションがあるところを書道博物館にし、あと樋口一葉が
住んでいたとこあたりの龍泉のところに一応記念館があるという、台東区の芸術文化がたどれる施設を区で運営してくれています。っていう形で、当時は、文化行政にお金を、使ってくれるゆとりがあったのかもやっぱり区長さんの考えなのか、この明治のお家の小屋骨組みを全部使って移築してくれてます。で、明治の出し下駄作りっていう江戸町屋の流れを組む作りで、江戸間式っていうんですけど、京都の町屋だと前が格子で一見さんがファって入れない雰囲気ですが、江戸の町屋っていうのは前がガバってお店開けてる時は全部扉を上に上げちゃうんですね。これすり上げ戸って、この溝がレールになってここにスタンって 2段格子戸とか雨戸が上がっていくような、この上に雨戸があります。でそうすると開口部は昼間はずっと開いてるんですよね。で土間があって、もうツーツーでこれて、この土台も取れるんです。バリアフリーな。でそこに帳場があって番頭さんがいると。でこの番頭さんの机が斜めになってるのはライティングデスクでちょっとかっこいいからっていう面もあるんですけど真下向いて書き物するとお客さんが来た時にはっと気がつかないけど、このぐらいの角度で書いてるとお客様の下駄の先が近づいてきたらはってなってすぐいらっしゃいませって言えるからだっていうふうに伺ったことがあります。あと土間で水がかかるので、水がかかりやすい下の土台は栗の木で、水に強い栗の木でできていて、この一段上がる上がりかまちは木目のきれいな欅の材を使っていて、いうふうに適材適所って言いますけども、材もその用途に合ったものを使って、あと泥棒にパッと持っていかれないようにすごい重いお金の箱とかですね。やっぱり江戸の町屋の量り売りで売る今ここに初音帳とか根津とかね、これ他のお店のもあると思うんですよね。あれは伊勢号かな、別のお店さんのどっくりもありますが、あそこに吉田屋酒店って1号どっくりとか2号どっくりとかあって、みんな自分のうちにあれを持ってて、それをここにお酒を入れにてもらいにやってくるっていう量り売りだったんですね、初音帳。正午とか。そうですね。なんかこうした生活文化財も含めて民族文化財になってます。本当はここそれこそ都市計画道路の真ん中で、こっち側は30メーターに拡幅、こっち側は20メーターに拡幅、行政の計画上で言えば道路の真ん中に浮いてるような家なんですよ。でも仮設建築物っていう扱いにして、毎年仮設申請を繰り返してここにあることができている文化財ということだそうです。いろんな工夫があってこの本当ですね。面白いのはこれは明治の建物なんですけれども、前が土間で奥一段帳場があって、一段上がるとその大阪障子って細かい障子の奥にお座敷があるんです。でお昼食べてる時はお座敷でご飯食べてるけど、ちょっと座った時に目線が通るところだけ透明になってるんですよ。で半分上半分は曇りガラスになってて、外から見ると中の人が何してるか見えないけれども、中から見ればお客様来たとかすぐ分かるようになってて、念頭にある。そうで入っていつでも出てけるようになってるっていうところが、だから建物の作りがそのなりわいとセットになってるんですよね。でもここは吉田酒店さんが自分で建てたお家でいらっしゃると思うんですけど、多くはお店型の家として貸し出せるようになってた。なるほど。で先ほど見たこの真後ろを見ていただくと、さっき大暦の事務所にしてた建物とか、横今八百屋さんになってる建物あるんですけど、昔右側はタバコ屋さんで左側は八百屋さんだったらしいんです。お米屋さんだったんですって。でこれは実は昭和44年の鉄骨造の建物なんですけど、一回シャッター開けるとガラガラって全部開く間口があって、土間があって、で奥に小上がりがあってお座敷があって、2階は和室で寝室になってるっていう作りは、昭和44年だけど、明治の家も大正の家も間取りは一緒、材料と構造は変わってるけど暮らし方が変わってないですね。なるほど。
それがね、谷中のこう町並み保存といって全部同じ材料や同じ形にするっていうとちょっと不自然になるじゃないですか。で谷中は歴史があって建て替えもしてるけども、なんか不思議と雰囲気残るよねっていうのは、暮らし方、間取り、暮らし方っていうのかな、間取りっていうのは暮らし方とセットになってるんですけど、それがそんなに変わってないから、建物は変わっても統一感があるっていうところがありますね。だからそこの本質的な、家の構造とか家と町との接し方のなんかビヘイビアっていうんですか、人の振る舞いっていうものがそれこそ無意識な感じでやられてるので、町の人に谷中のいらっしゃって何ですかって言ってえってなっちゃうんですよね。毎日当たり前になって、子供の頃から当たり前にやってる、道であったら近所の人に挨拶をするとか、家の前の道にゴミが落ちてたらすぐ吐くとか、当たり前にやってるから、それが何かってわざわざ言ったりしないっていうところがあるんですけど、だからそこをこう大きなマンションとかボンってできると、急にその1階は駐車場しかないとかね、違う行動になっちゃいますよね。そうなんですよね。行動が、形によって行動が変わってしまうので、その形、暮らし方に合わせた形、間取りになってるといいんじゃないかな。なんか両方ですよね、きっと。なんかそう行動パターンって文化だと思うけど、なんかそう行動パターンが間取りを決めてるし、間取りが行動パターンを決めてるし、そうやって磨かれてきた感じが。そうなんですよね。そう意外にこの昭和44年スパンドレル町屋がお気に入りなんです。意外と語るものが大きい。そうそう。じゃあ今度やっと谷中町に行きますけど、そう谷中町、この谷中町って今私言いましたけど、谷中っていう住所は今谷中1から7丁目まであるんですが、で上の桜木は1から2丁目なんですけど、そのなんとか何丁目何番地っていう決めたのは、東京でいうと昭和42、3年ぐらいに住居改正というのがあって、昔の番地はこう順番に並んでたんですけど、家がどんどん細分化されていくと、何の154の3とか154の5とか、お屋敷がちっちゃくなるといっぱい飛び番ができて、郵便屋さんが何番って言っても隣り合ってないからどこ行っていいかわからないっていう状態が起きて、それでもう道路ごとにこのブロックは1丁目、このブロックは2丁目で、通りごとに何番地とか、そういうブロックごと街区単位で住居の表示を変えたのが昭和42、3年ぐらいなんです。でその前は谷中町とか、坂町とかそれぞれ町名があったんです。で町名の何番地っていう感じだったんですね。で谷中町っていうのは他はみんな谷中坂町とか上三崎北町とか、いろいろ説明がついてるんですけど、ザ・谷中町なのはこの谷中の住所の中で、ここが一番江戸城に近いんですよ、南側で。で一番最初に寺町になったゾーンなんですよ。この辺は西寺町っていうんですけど、でその寺町ができると、お寺のお世話をする八百屋さん、米屋さん、八百屋さんはなかったかな、行商だったかな、米屋さん、酒屋さん、それから下駄屋さんとか石屋さんとか板金屋さんとか、そうした人たちのお店がこうお寺を取り囲むように門前町ができるんですね。でここより向こうの北側とか西側に行くとまだ谷中村だったんです。江戸時代の途中までは全部が谷中村だったんですね。